こんにちは。皆さんお疲れ様です。まだね、ちょっと寝起きでそんなに時間が経ってないので、まだ頭がぼーっとしてるんですけど、今回はね、ちょっと話したいことがありまして、カメラを回しております。はい。以前の動画でですね、3月いっぱいで、現在の職場を辞めるということが決まって、で、ハローワークに行ったりとか、で、これから自立していくために、仕事をまず頑張ろうということを決めたりとかしている中でですね、その目標っていうか、その何のために仕事を頑張るのかみたいなところ、その漠然となんかやりたいことをやりたいなとか、仕事をどうしようかなとふわふわ今までずっとしていたんですけど、一個大きい目標というかね、決め事がありまして、それはですね、タイトルにもなってるんでね、一人暮らしをするっていうことを決めました。はい。いや、これはですね、僕今まで一人暮らし一回もしたことないんですよ。37歳、今年38になるんですけど、中学終わってすぐに働き始めてね、都内出るようになってからはもうずっと、かなり長時間働いてたんで、東京に行って、もう、働いてお金稼ぐために、しばらく家に帰る時間がないみたいな感じで、都内の方でずっと働き詰めで、家にはしばらく帰らなかったみたいな期間はあるんですけど、自分で賃貸借契約というか、賃貸を借りて、一人暮らしするみたいなことは、今までしたことがないんですよね。いや、人によってはね、そんなもん今すぐしろやって思うようなことかもしれないんですけど、結構僕にとってはですね、このタイミングで一人暮らしするっていうのはね、かなり、大きな決断っていうか、すごい一人で決められないことなんですよね。家のこともありますし、やっぱり借金がね、ずっとあったんで、やっぱ返済期間10年間、預金残高0円っていう状況の中で、この家の家計も支えながら一人暮らしするっていう選択肢は、もう今まで取れなかったわけですよね。本当気合い入れたらね、取れたかもしれないんですけど、そこまでアグレッシブに、人生を送ってこなかったんでね。やっぱりじゃあなんで一人暮らしをするのかっていうのもそうなんですけど、やっぱりね、今ここで母と一緒に暮らしながら、ゆとりを持って生活するっていうのは、もうかなり守りに入った生活というか、守りなんですよね、すごい。何もイベントが起こらないというか、それこそね、母がね、これからどういうことが起きるかわからない、介護とか病気とかが必要になるタイミングとかもわからない中で、一緒にいればやっぱりすごく安心する部分もありますし、で、家計的な面でも、自分がここの生活インフラを整えておけば、母も自分の年金をゆとり持って使えるっていう部分もあったりする中で、もうめちゃくちゃ守りに入ってる生活なんですよね。でもやっぱりここにいるとですね、やっぱり仕事も頑張る気になれないというか、別にそんなに頑張らなくても、暮らしていけるし、みたいな部分もありながら、出かけることもないですし、本当イベントが全く起きないんですよね。で、これから仕事を頑張るっていう意味でも、そういう人生にイベントをもたらすっていう意味でも、恋人を見つけるとかね、そういう面においても、やっぱり一人暮らしをするっていうことが、やっぱり先に進むためには必要だろうということで、それをね、目標に決意しました。ちょっとすぐにね、家を出るわけではないんですけど、そういう話を、先日母として、ちょっとそういう方向で、動けるように決まったっていうことなんですよね。だから、何のために一人暮らしするのかって言ったら、やっぱり人生にイベントをもたらすためっていうのもそうだし、やっぱり仕事を頑張るっていうのも、これもですね、最近になって感じたんですけど、やっぱり借金返し終わって4年間、
貯蓄ができるようになってきて、ある程度の貯金が貯まった。そんなにね、年齢的なことを考えれば、37歳っていうことを考えれば、そんなに大きい金額ではないかもしれないんですけど、でも僕にとってはね、この4年間で貯めたこの金額っていうのはかなりこう、なんていうんですかね、今までこう、持ったことのない、金銭とか経済力、これを使ってどういうことができるんだろうとか、もうお金の使い方もちょっとよく分かってない部分があるので、やっぱり今の環境になって気づいたこと、やっぱりね、借金してて毎月預金が0円になるって、もう働く気失せてくるんですよね。何のために働いてんだみたいな感じでね、もう暮らしが楽にならんみたいな、働く意味が分かんなくなってくるみたいな感じの時間を10年間過ごしていたんで、稼いだら稼いだ分だけお金が貯まるっていう環境がやっぱりめちゃくちゃモチベーションは上げるんだなということに、4年経ってやっとそういうのを感じ始めてきたというか、あれなんか頑張ったら頑張った分だけ金貯まるなみたいなそんなことを最近感じまして、そういう意味でこうやって動画の投稿を始めたのもそうなんですけど、かなり労働意欲というか働く意欲がかなり上がってきてるっていうのもある中でですね、そういう部分も含めてやっぱり一人暮らししていくということですね。そうで、母もね、やっぱり僕はずっとここにいることに対してやっぱり申し訳なさと心配な部分もやっぱり思ってるっていうことは聞いたことがあったんですけど、でももう本当そうするとね、本当に貧しい生活になっちゃう。よくね、若い頃に親御さん介護する人のことをヤングケアラーって言いますけど、こういうのはなんて言うんでしょうかね。もう本当に親が貧困で子も貧困になるみたいな、こういうのなんて言うんですかね。そう。だから私は大丈夫よとは言うものの、でも現実問題それはしんどいよなみたいな。結構ね、センシティブな話なんでね、こんな人に言う話じゃないんでね、なかなかあんまりこういう人の話で聞かないですけどね、僕はちょっと話し相手がいないんで、ちょっと独り言というか、ね、ちょっと皆さんに聞いてもらってみたいな、聞いてほしいんですけどね。っていう中で、じゃあいよいよ一人暮らしするかってなったら、先日母にですね、Amazon のFire Stick TV をね、プレゼントしたんですよ。4K で。うちリビングに40インチのテレビがあるんですけど、ほんとテレビもね、やっぱり、ね、母70後半ですけど、やっぱりつまんなそうに見てるんですよね。なんかやっぱ家にいる時間を楽しい時間に変えたいなと思って Fire Stick TV プレゼントして、で今もう楽しそうにね Amazon プライムと YouTube 見てるんですよ。でじゃあ家出るってなったらここはネット環境がないですからっていう中で、いやもう私はもうこのネットを見れるっていう環境だけなんとかしてくれたらもう私は大丈夫だみたいなもうこれだけなんとかしてくれみたいなことを言っててですね、結構元気そうにそんなこと言ってくれたんで、よかったみたいな。なんかね、それでじゃあ家をいよいよ出ていくってなった時に、結構僕自身が今憂鬱モードというか、なんか喋り始めるとね、人にネガティブな雰囲気を与えてしまうモードに入っちゃってるんで、なんかね、そういう話を母にした時に、なんか母もみたいな感じになって落ち込んじゃったらどうしようとか、なんかそういう心配もあって、この話を母にできなかったんですよね。でもなんか少しずつそういう話をし始めて、これだけなんとかしてくれみたいな楽しそうにね、そういうこと言ってくれたんで、よかったと思ってね。母なりの気遣いだったかもしれないんですけど、そうとはいえね、やっぱり家出るってなったら経済的な支援というかね、いろいろ守ってあげなきゃいけない部分はあるので、でじゃあいよいよ車をどうしようかとかで、母も何歳まで車乗るかみたいなことも結構話してたんですよ。で高齢の運転で、結構うちは田舎の方なんでね、車をそんなに長い距離とか長い時間運転するわけじゃないんで、事故の確率もすごく低いとは思うんですけど、でもやっぱ高齢で運転して事故を起こしてる方はね、みんな事故を起こそうと思って運転してないんで、まだ自分は大丈夫だろうって乗り続けた結果事故を起こしちゃうのが高齢者の交通事故だったりするんで、やっぱりどっかのタイミングで車は乗らないっていう選択はしないとまずいよねみたいな
ことを話してて、80の手前の更新の時に免許の更新は行かないようにしようかなっていうことを言ってて、で、母が77歳、77か8になる年なんですけど、じゃあもうそろそろちょうどいいよねってなったら、っていう上で、車がないような生活環境になったら、うちはその長男がね、もう都内に出ちゃってるんで、お墓の管理を全くしてないので、僕が墓守なんですよ。なので、車がない環境で、遠いところに暮らしちゃったら、それはさすがに、いろいろ動きづらくなることもあるし、何かあった時にすぐにここの家に来れないっていうことも踏まえた上で、車を僕が持って維持してる状態で、そんなに遠くない距離に引っ越すっていうのが一番合理的なんじゃないかみたいな、そういう話し合いを先日やっとできたというかね、そうするのが一番いいかもねみたいな話をすることができたんで、そこに向けてとりあえず年内はまだ車に乗っていろいろ行きたいところもあるからっていうことで、年内はまだ一緒にいるっていう風に決めたので、わかんないですけどね、状況的にいつ一人暮らしするかはね。なのでとりあえずは今年いっぱいを持って、来年からは一人暮らしをするという方向で、決まりました。はい。そこに向かってね、今年中、お金貯めるなりっていう形で、仕事を頑張ろうかなっていうことで、かなりね、直近の目標が固まったというか、そこに向かって頑張っていきたいなということです。はい。いやー、本当にね、それこそね、僕、ほんと16歳からずっと、中学終わってずっと働き始めてたんで、とはいえでもね、やっぱり同世代の人たちで、17歳、18歳ぐらいの人たちで、周りで働いてる人いっぱいいたんで、その当時、僕が20歳手前、10代後半ぐらいの時に、勤めてた時に、周りの大学行ってる子たちはやっぱりみんな一人暮らししてましたから、で、やっぱりその10代の子が、ね、大学通うために一人暮らしするって、そんなね、そのワクワクすることばっかりじゃないですか。友達とね、遊んでとかね、その好きな子を作ってとか、そういう楽しみがいっぱいある年代だったと思うんですけど、僕は37歳で一人暮らしするって、そういうワクワクはちょっと、なんていうんですか、そういう感覚はないというか、これから楽しいことがいっぱい待ってるぞみたいな、ワクワクするような一人暮らしのその期待感はないんですけど、そう、やっぱりね、皆さんどうしてるんですかね、親御さんね。今いろんな関係性があると思うんですけど、でもそれこそ20歳ぐらいで大学ぐらいから一人暮らしして、ご結婚して20代前半でお子さん作っている方とかは、僕の年代になってきたらもうお子さんが結構大きくなってくるじゃないですか。で、あと10年、15年とか経って50代後半、60代になってくると、いよいよ親御さんが、ご実家に住まれてる親御さんが、一人になったりとかで、じゃあ今後どうしていきますかってなった時に、じゃあマイホームを作って2世帯にしてか、もしくは親御さんを近くに住まわせてみたいな感じで実家が空いて空き家が生まれるみたいな、なんかそういう流れになるじゃないですか。だから結局親御さんの近くに住むっていうのは、最終的に取る選択肢としても、かなり合理的なんだなと。多分最終的にみんな結果そういうことしていくんじゃないかなっていうのがある中で、僕は一人身で今まで一人暮らししてなかったんで、一発目の一人暮らしでそういう選択を取るっていうだけで、多分結局そうなりますよね、やっぱりね。もう施設に入っちゃってるとかそういうね方はまたちょっと別かもしれないんですけど、はい。でも本当そういうことも決められてよかったなっていう感じですね。はい。ちょっと飛行機が飛んできちゃった。はい。というわけでね、今年は、そこに向かってね、準備の1年になると思うので、まずね、お金稼いで、もうちょっとね、大きい金額貯金作って、来年に備えたいなと思います。はい。またまだね、その職業訓練とか、資格とかね、どうしようかっていうのはまだ決めてないんですけれども、とりあえず次の仕事が決まったりしたらね、また動画にしたいなと
思いますので、はい。皆さん良ければね、ちょっと背中を押してもらえるとありがたいです。はい。そんな感じで今回はこれで終わります。最後まで聞いてくれてありがとうございました。